ナウでヤングな音楽がかかるノリノリでしょノリノリになってきたねステップ踏みよって足がなんとなくあれ、それ言っとったらダメです。後ろでぐるぐる回りましょうか2人でパンパンハマりそうです。やばい、あそこの2人はやばいってセブンから見て間違いないです。チューチュートレイン踊りロスケンです。男性のドレステーキだと、ちょっとジャージャーの位置だけ確認。お、今日何やってるんですか？今日何をするんですかね。何をしてるんだロールセンターをめっちゃ下げてみよう、はい、ちょっとこう下げてみようかなと思って、これをですね、こうアッパーアーム、こう持っていってみようかなと思って、こうすればだいぶロールセンターが下がってくるんです。その角度ですね。はい、ここですね。ローアームじゃなくてアッパーアームでロールセンターを下げてみよう。下げてみようかなと。今日はですね。ドッグボーンがあるから当たるかな。ちょっとつけてみないと分かんないですけど、多分なんか避けれるような気がする。いや、その動く範囲が大きくなりますよね。だから近づいたり遠くなったりっていうのが出るから、それもちょっと考えないといけない。キャンバー変化も出るんですよね、やっぱそうしてくる。キャンバー変化も出るでしょうね。だいぶ変わりますよね。出るっていうか変わるでしょうね。ただ車体も傾くので沈めば。あ、そっか。ってことは悪くはないかな。まあ一回組んでみましょう。はい。組んでどうなるかな。来ましたほら。ダメですよ。やったりすると音痴なのがバレるし。何を言ってるんですか。ちょっと体が合ってないよっていう。そうですね。はい。なってくる系です。おっさんがダンスを踊ってみたみたいな感じになりますから。はい、全然乗れてないっていう。本人の気持ちだけが乗り乗る。気分は乗ってるんですけど。片側だけ楽しむ。でもこの間のもこれの音楽はずっと入ってたけど、あれ引っかかってなかったですね。ないですよね。通るんですよ。いいですよね。引っかかるときは引っかかるんですよね。メインで音楽の音量とかですか？いや、ちゃんとどうなんでしょうね。音楽がメインで、音楽がメインじゃなくても。だから後からつける音楽があるじゃないですか、BGM みたいな感じで、あれ音ちっちゃくしてても引っかかるんですよ。マジですか？なんか雑音が入ってるから他にっていうかな。後から音をつけるとその音自体ははっきり入るからですね。そうですね。ときめきを運ぶよチューチュートレイン。歌ったらいいんですか？歌うのはいいんですか？いや、踊ってもらったらいいんですけど。もう終わった。終わった。もうやめてください。もうその振りは。ほらまた時間めっちゃかかりますよ、この間みたいな。ダメですよ。鉢巻き貼るのに20分かかる男で。世の中どこにもいないです。鉢巻き貼るのに20分かかる。焦るとまたこの前みたいにめっちゃそうですね。だんだん分からなくなってくる。で、これはやっぱここはモータージャーナリストの宮本さんにやってもらった方が。モータージャーナリストですか？ジャーナリストのど素人なジャーナリストですね。素人がいいんですよ。
分かりやすいじゃないですか。それを分かるのかどうかですね。ど素人が分かるんだからど素人の人でも分かるじゃないですか。ど素人の方がど素人の方が分かりやすい。そうです、分かりやすいです。考える人よりは、分からないところは高ぶりせずに違いが分からないって言ってもらえた方が、はい、もうその時はちゃんと分かりませんって言いますあれどっちだっけ、ここがさすがなのかどっか合う穴がですね。な。ちょっと斜めになってもいいですよね。いいです、いいです。右と左が同じような感じになれば多分いけると思うんですけどね。こんなナップ使った。こんなどこだっけ。こんなとでいいですよね。そうですね。宝箱です。はい、もう一応何でも全財産ですね。本当全財産です。そうなんですね。何も入ってないけどいやいや、思い出がいっぱい詰まってますよ、この。ただ欲しい長さが全然ないっていう本当にあるある。欲しい長さのやつを使ってますからね、大体。はい、もうだいぶ使い尽くしたですね。あ、いけそう。入れました。ありました。ちょっと長いけど。ああ、そういうことか。ここは、あ、いいですね、いいですね。ここ入らんでしょう。ってことは、こっち斜め上にこう、持ってかん。いけそうだけどな。いけそうなんですけどね。ここから反対にした上下を反対にしたところには合うところなんですか。斜めにすればいいけど。ってことはこっちに行けなかったですよ。ああ、微妙に違うんだ。これはいけそうな気がする。合わせると合わんですよね。あんまこっち入れたらいかんですよね。ここはこっち外側にそうそう。行っていけるか。ああ、微妙。いけるかな。お、いけるんじゃないですか。反対か。ごめんなさい。反対か。ってことは。何やってんですか。やってんのか。合ってますやってんのか。大丈夫です。あ、こうか。こう。お、いいですね。ここ当たってもいいですよね。その回転するとこ当たって関係ここだけこっちにつけばいいですよね。ですね。いけるかも。あんまりもう一回つけてもらっていいですか。ちょっと当たってんだ。このプレートこっち側につけた方がいいくないですか。後ろに。後ろ側ですか。こっちにつけると、そっか。穴を1個ずらせばいいですね、こっちに。そうですね。お、いいよ。お、なんかそれ専用っぽいじゃん。これいけますね、これで。専用パーツですよ、これでしたら、これがこいつがそれはどこつけてたんですか。これはまた内側の穴。これとこれで友締めすればよかったでしょ、ここが。そうですね。ね、上は上で。例えば、
うんうんあとここ調整すればいいけどですね。なんか PP 出した怒られる。充電器に怒られる。なんだなんかエラーですよね、今のと間違いない。これはちょっと仮止めですね。そうやって使えるようにわざとそこの穴の間隔は俺合わせとったんですよ。ああ、実は合わせてあったんです実は合わせてたんでね。すよ。ドンピシャですもんね。気づくかなと思ったんですけどね、宮本さん。俺には気づかんかったですこんな使い方があるとはそうでしょ思わんだったですあでこっちにつければいいんですね。はい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 。さすがです。さすがでしょなんか物がだんだんどこに行ったかわからなくなってきて、大丈夫です。これが今日はまだ長いですからね。大丈夫です。明日も休みです明日も来るんですか。来させてください。もう卒業ですよ。まだ卒業してないんです。いやラジ店の方に行ってもらわないといけない。ラジ店はラジ店でお出し店大丈夫ですかここもですね、はいここはここでいるけん大丈夫です。じゃあ俺の居場所がないってことですいやいや卒業してこう羽ばたいていくじゃないですかみんな。まだ羽ばたくほどの能力はないジタバタしてるだけで、はいもうめちゃその場で。めちゃめちゃジタバタしてるんです。それで追い出す件ですねいや追い出してるわけじゃないですよ。卒業ですよって言っていやるだけで俺は卒業したくないって言ってるんですねいるんですよね。だから結局そういう人ってニートになっていくんでしょうね。仕事をしたくないから大学に進むとか言っても結局大学も中途半端で結局仕事をしないといけないってなって仕事もしたくないから部屋にこもり始める。大丈夫。俺それはないですね。俺はちゃんと目的があればちゃんと仕事もやりますし。おじゃちゃんと目的があって、はいラジコンもやってるんで。あかっこいいですね。さすがです。やっぱちゃんと実車でドリフトをしてみたい、あっていうのがあるんでそうですね。はい、それねやっぱ勉強で今やっぱ、うんうんうん。そこが一番今のところ強いかもしれないですね。じゃあまずはライズアップの株を買うところから技術よりもですね実写しようと思うとお金がかかるんですね。一番痛いとこついてきたんです今おすすめですよ。ライズアップの株下がりきってるんで。実際に買う人いるかもしれないですさあ買った後に会社なくなったりしてですねめちゃくちゃ痛いっす。めっちゃ電話かかってくるんでしょ。嘘ばっかり言いやがって信じたのにだが信じたらっすで自分買わんけんですね。いいですね。それでこうライズアップの株がですねコロナ明けてまた上がったらでお金バーンと増えてですよ。それ俺逆に後悔しますよね。買っときゃよかったってでそれでもう実写やろうと思ってできるお金ができましたって言った時には、俺ライズアップの音楽をかけてあげます。でーつってーつって俺笑回ってください。はいいやでもそれ本当にそこで上がったらちょっと悔しいでしょうね。悔しいっすよね多分。上がると思うけどな。よかったってなりそう。ほら言ったじゃないですか宮本さん。また痛いとこついてますもんね。これめっちゃ長い。上がらんかった時は話題にも出さないんで。何もなかったかのように。そう何言ってるんですかっつって。そんなこと言いましたみたいな。自己責任ですからね株を買うとかは。株なんか買ったこともねですね。買い方すら分からんけどですね。買い方ですか。いやよかです。まずですねいや教えてください。野村証券に行くんですよ。株を買いたいんですけどですけどって。なんか
やめてくださいまあネジがどれかわからなくなって300円分買いたいですまあライザップの株150円なんで2株買います。高株ですはい、2株あったら今日の夕飯ぐらいは、まあ確かにですね、大根の煮付けぐらいはできます。そういう話するとマジ買いたくなるんですね。お、いいですね。なんかそういうパーツそんな感じまるでそういうパーツかなっていうぐらいの。あれさっきそういうパーツってああ、もうまあそう気づく人がいるかなっていうあれそれをに今作ったっていう話作ってたんですよ。だからそれに作ってたんですよね気づく人がいるかなっていうはいじゃあ全然気づかんだったんですでしょう。まだしゃぶり尽くせてないですね。いや乗れてもいない件ですよ本当にドリフトすらしてないけど、ドリフトみたいなのしか。でもこれをするかしないかもですね。株と一緒で自己責任ですからね。バクチンですね。いいか悪いかが。ああ間違えた。もう一個外だった。あれです動揺して間違えた。外側のあれと一緒に友締めするって言ってましたでしょ。はい。一応仮締めしてでで緩めてはい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 。がいいかなと思って。なるほど。だからこれもう一個外やったんです。まあそうなのになと思いながら今どこか。いやいや言ってください。ただでさえ時間かかるけん、ちょっと時短であそこ違うんじゃないって言っていやほらそれも楽しみのうちかなと思っていやですね。もうバイナルであんな時間かかっとるけん3バイナルじゃなかった鉢巻きで歩進んで5歩ぐらい下がっ5とる歩ぐらい下がっていつも楽しそうだなって下がらない人よりは楽しんでますからね。あでも下がってもちゃんと、まあ、何分の1回ずつは進んでるつもりですね、進んでますよ。あさあどうなるかな。これなんでそうやるとロールセンターが下がるんですか。ちなみに結局あすいませんこうの視点が下がる、点が下がる。ここで動いとった場合はここのロールセンターですけどこうなると視点が下がってなんか曲がってる視点がここからこれっぽい下がるけんですよ。なのでここを視点にこうロールする剣やっぱロールセンターが下がる、全体的にですね、っていうのでちょっと下げてみようか、今の説明じゃ誰もわからんかった説明難しいですね難しいですよ。あいつでも楽しいですね。ですね。お金かけずに楽しめるからいいですよねめち。ゃくちゃやっぱ楽しいですでなんかこうどうなるのかっていうワクワクもあるけん、でもそれはやっぱりその車のいろんなことが分かってくればくるほどそうですねこうなったらもうちょっとこうなるんじゃないかなっていう発想も出てくるじゃないでそすか。れはありますね。やっぱりその自分で問題を解いていかないと次の問題にも気づけないんですよね。そうっすね。なんか今まではなんかこうしたらこうなるよっていうのしか覚えてるなんか話聞いてなかったんで、実際ハイブリッド乗り始めて自分でこうやったらこうなるんだっていうなんか発見っていうか、だからもう本当その重心とロールセンターの位置関係とかっていうのの意味もはいだいぶ同じことをこう言っててもやっぱり分かってきて考えるのでは全然違いますよね。使い方が変わってくるので。話聞くのもやっぱあそうだけんかっていうなんか聞き方と、あそうなのっていう何もわからんっていう聞き方とっていうか。
でそうです。あでもなぜもう極端に下げます。下げた方がいいですか。当たらんならこつけてみて、結局そのストロークした時にですね、こに当たるんですよね。いやカップの中であこの部分が奥に行ったり突っ込んだりこうするじゃないですか、はいこの時に引っかかったらダメってことですよね。奥に使えるぐらいの位置になったりするんじゃないかな。まあ多分大丈夫だと思うけどな。計算上大丈夫なはずなんですけどねやったことないけどそうなるとこれも短いのに変えた方がいいってことですよね。あ、いやそれは伸ばした方がいいんじゃないですか。だって短い方が変化率大きいですよね。でただでさえもう取り付けのその角度が変わると変化が出るじゃないですか。だから一旦一番下で組んでみて、動きだけ先に見た。そうですね。確認ダンパーつける前にその動かしてみて、動きがですね。ちなみにこれはどこのやつですか。はい。わかりますこれ。このテールスライダー。おお。ですよね。一時買おうかなと思ったんですけど。はい。買いましょう。買いましょう。テールスライダーさんのは買いましょう。テールスライダーさんですよ。これテールスライダーさんのコースがなくなる最終日にそうです。夜中12時過ぎぐらいに走り行ったんです。だからはい、最後のコースの最後走ったのは僕たちなんです。そうですよ。行ってみたかったんですけど、ね、岡山まで行ってみたかったですよ、ね、3時間半ぐらいで着きましたけど。3時間半かかるんですよ。はい、通常で行くと8時間7時間そう言わん方がいいですなんでですか。いや時計がずれてたかもしれない。まあ俺の運転じゃなかったしですね。あ、そういうことですね。はい、大丈夫です、はい、3回ぐらい死にそうになりましたいやだってもう閉まるんですもん。あ、そっか。はい、もうテルスライダーさんがもう閉まる、もうこの寸前までに間に合わないといけないじゃないですか、はい、死ぬか間に合うかどっちかみたいな感じです間に合ったってことです。そう間に合いましたね。ちょっと怖い大丈夫です。プロドライバーの運転だったんで大丈夫です。大丈夫です、はい、プロドライバーは高速道路で250キロまでは出していいですよねあるんですか。プロのライセンス持ってるからですねさすがです。さすがです。さすがです。なんかでも作業もなんか TR が良くなってきてるような気がしますね。もうだいぶまあシャーシ触るのはですね、はい、だいぶ触ってきたんです。やっぱこの間の鉢巻き貼ったりとかやっぱ、まあやっぱやり慣れてないからでしょうね。はい。純正と同じぐらいの位置ですかね。はい。一応普通にキャンバーはつけてないといいですか。いやキャンバーもそんなにこれでも動いた時のキャンバー角はめっちゃきついですねこれ。こんなでもいいですね。でも乗るんだったら 1G でしょ。 1G でもっと角度つけれないですか。つけるんですか逆に。こっち側をもっと上にまあといってもとりあえずこっちでしょ。とりあえずこっちはだからあれですよね。今ちょうど純正と同じところぐらいですね。はい、今まあこれでとりあえずそのシャーシ側の方をそれにしてどう変わるかですよね。はい、これでちょっと一回組んでみます。これも変態さんと同じ仕様ですあれ
手に当たる。ああそうでしょうね。そうですね。こっちにボールつけてもよかったんじゃないですか。こっち側ですよ。うん。でここに1枚1ミリぐらいの締めを入れて、ちょっとシート自体をずらす。ボールなんかこっちボールでもいけそうな感じしますね。多分つけると思いますけどね。反対でも。あ、入らんのか。くそ。あ、そうか、1球目するまでは2本止めとくんですね。最初に山本さんがしてたような感じの方が良かったんですかね。この板をこっちに入れて。ただこっちに持ってこれます。たらそうですね。こっちがいいかもしれないな。思ったよりこんなにこっち行くとは思わなかったけどですね。思ったより取ったですね。こっちのこの動き、向きっていうのはそんな関係ないんですよ。まあアッパーアームはですね、支えてるだけだけ。そうですね。これを見て西尾さんが真似するんで、西尾さんに分かりやすいようにこう説明してあげてください。分かりやすいですか。まずここにつけるこれがなんか必要です。今それはだけ純正でもいいってことですよね。純正、今のところ純正の高さなので、一回純正のプレートでやってみます？そっちも。ああ、でもそれがちょっと試してみたいです。そうですね。でも高さ、高さ的には今穴の位置ここちょうど良かったんで、これは純正の位置ってで多分純正のと変わらんと思うんですよ。どれがどれか分からなくなってきた。そんなことないと思います。そんなことあるんです。あ、これか。変わるんですね。何変わるんだろう。どんな動きなんだろう。大体どんな感じになるかは想像はついてるんですけど。全然想像がつかない。まだ俺全然分かってないってことですね。いやいや、そんなことないと思います。多分分かっとったらなんかみんな言いますけど、ここ変えたらこうなるんだろうなーっていうなんか予想がつくらしいですよ。すごいなんかこうしてみたらって言われてもまだ予想がつかないんで。そうですよね。してみたらっていうだけ自分のあれじゃないですもんね。はい。
分かっとってしてみようじゃないんで、まだそこがちょっそれは分からんでしょうね。とまだそれがなんでだったのかっていうのを積み重ねていけば自分でそれをイメージできるようになっていくので、していってみようっていうやってみることが一番大事だと思いますよ、何事も。やってみて、こうなんだ。そうです。成功でも失敗でもやっぱ株も買ってみたんと分からんでしょ。買い方からまず分からん。買い方でも覚えたらなんか買っちゃいそうな。買い方を覚えたらですね、半年ぐらいして、そういえば宮本さんって最近見たいよね。どういう意味で消えたんかなっていう分からんかったんでしょうね、先がって言って失敗したとかなみたいな感じですね。その方が良さそれが気にそう。つくわけですね。どっち書いたの？そうですね、その向きを、これを変えてみましたね。そうですね、これでしたときに、だからこの出っ張りの部分がカップに当たらんかどうかですね。これがずれてるけん、うん、多分当たらんとは思うんですけど。さあどうかな、当たらないかな。間違っとるっす。はい、そこ間違っとるっす。ナイスです。全然ここナット薄いのにせんとダメっすね。これやっぱこっちでいいんじゃないですか、板を。いいっすかね。板はこっちにつけ、だから今この状態で板だけを後ろに回す感じでだけですね。いけばいけそうですよ。当たりますね。つきました。これ角度がないですよね。干渉しなければ。全然。ドクボも。どこも大丈夫ですね。ここもギリギリ当たるんですよ。範囲はここまでなんだ。ここまで上がることでもそこに上に当たると思うんですね。動かそうと思って、いや、これにタイヤがつくんで、そこまで多分ストロー上がらんと思います。あとはダンパー調。ここが当たるんですね、もう。そこが当たるっすね。走りよって多分そこまで沈まないと思いますよ。沈んだらもうついてしまいますもんね。シャーシがするので。これでいいんじゃない？いけるんじゃないですかね。そんな気が。なんか間違えた。間違ったな。短いような気がする。そういう人がいいのかな。どうなる気がするけどな。これでとりあえず試しに組んでみて。
よね。ないですね。こっちを出してあげてもいいかもしれない、そうですね。まあ、気になるならですね。はまあ動き的にはこん多分大丈夫だと思ないますけどね。上ちょっとこう渋いのがないんで、うんもういけるんかなと思って、こっちの方もまあこれぐらいのそれはもうロアアームなんで、はアッパーアームはもう、支えてるだけで、はい、多分いけると思うんですけど。不器用なんですよね。ここはちょっと待ってください。老眼ですからしょうがないです。老眼だし指先がですね、一番使いたいところの指の感覚がもうないと、感覚ないんですじゃないですよ。何も言ってないですけど、本当に大丈夫です。感覚なくなってから本当不器用になってからですね、左手が。ボーリングとかできないですね。右手があるんで大丈夫です。そうですね。まだ大丈夫です。これはざっととりあえず仮に。ついに完成ですか。ついに完成ですね。どうなるかな。なんで余ったんだろう。これはこっちから出したネジですよね。これなんで余ったのあ、ここ止めとったネジか。そう大丈夫です。ネジは余るものです。余って捨てる。はいネジどっか重要なネジよねって言ったら、まあいいや、とりあえずいいやみたいな感じになる。お、すごいクリアランスですね。そのタイヤとこれちょっと当たりますね。当たります。オフセット7ですよね。それはい。7っすね。 7で当たるギリギリなんですね。なんだろう。1枚なんか入れる。トレッドが変わりますよ。あ、そっか。あるけん大丈夫ですよね、とりあえず。とりあえず大丈夫です。タイヤが削れてから潰れてきてるけん当たって削れていい感じになるから多分です。どうしてるんでしょうね。そこ当たっそうですよね。おお、スレスレ。そう見てかこっち当たってますね。多分タイヤでタイヤがそっちに行ったら当たってしまうんだ。いかんですね。ちょっと一回そこだけ純正に戻しましょうか。あ、これですね。こういいなですね。もうちょっと広いの使ってる。もっと広いの使ってるのかな。これもオフセット7なんですけど、エライクさんのより1ミリまでいかんやろうけど、メーカーで違いますもんね。綺麗な路面で走る分だったらギリギリのクリアランスでもいいのかもしれんけど、やっぱりこうなるけんがそれで声が残ったんですね。これがですよね。上のナットと、あれなんで1本多いの。
ですね。1個多いですね。すごいですね。なんか俺いっぱいよ昔のやつだな。あれどっか締め忘れ？あーこれ角度がついてる。締め忘れるところは探し、なんでネジが2個多いんですかね。なんででしょう。何かが起きてるんだよ。ああ、そっか、これを止めるネジで使ってたんじゃないですか。ああ、一本ですね。うんうんああ、そういうことか。あ、別にいいですね。あ、ここ友締めしたけんですね。うんうん。ああ、せっかくこれですパワーアップするかなと思ったのにちょっとかっこよかったんですよ、かっこよかったんですけどね。俺にはこういうのは早いって。これどこだったっけ？上の一番外、一番外、ここですよね。うんにつけていいと思多分ここだと思います。う。うん、ですです。ネジが分からなくなってきた。これか。当たらない。完璧です。かっこよかったのにな、俺。うん？かっこよかったのにな。そうプレートでしょ。めちゃくちゃかっこいいです。ミサイルが出てきそうですね。そのこっからティ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 電車です。でもこんな調整あっても調整しきらんですよ。本当宝の持ち腐れ。そこにいろんなものがつけれるじゃないですか。いろんなものですか。はあ、いろんなものつけときます。なんか重りとかなんかつけるんだったらなって感じですけど、なんかアーム類なんかは一回固定してしまったらあんまり触ることないかな。もう使える穴は多い方がいいでしょう。それはどういう意味ですか。じゃあどういう意味ですか。どういう意味ですか。いろんな調整ができた方が良くないですか。調整するほどまだ知識がないんで多分どう使っていいかがわからない多分ですね。謎だらけです多これ分。でいくらぐらいするんでしょうね。いや結構高いですよね。ですよね。ちゃんとはい角も落としてあるし、はい材料も結構しっかりした、うん、なんか違うところで使えそうですけどね。あーなんか使えそうですね。なんかつけたりする。なんかを固定したりとかするのに、なんかつけれんかな。つけようとしてる。そこそこダメでしょ。
回転するとこはやめときましょう。回転するとかやめて回転するとこはさすがにですね、ちょっカン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 なんか音がするんですよ。と当たりますね。何があったの？なんかドッグボンがもう一番奥まああ、そっか、そういうことですね。で、うん、あ、本当だ、ドッグボー、ドッグボーのこっちのシャフトのこのリトル4が当たるですね。上まで行ったら。そう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 。だからそれずっと言ってるじゃないですか。それが気になるんですよってこれはどうかならんでですか。キャンバー？キャンバーをもうちょっと。言って。ドッグボンを短いやつにするとかでしょうね。ああ。なんかそういうのなしでなんか行きたいですね。なんかですね。どこまでストロークしますか。ここまで沈みます。でももう一回つけてみて、タイヤつけてみる。ボディつけてみて。もう音楽が終わったからもう営業も終了したんじゃないですか。もう帰る時間かもしれないです。ボタンの光が流れます。いや、ここ試せず、今日は試せずするだけ俺帰ってモヤモヤするやつじゃないですか。どうなるんだろう。これあえて帰って駐車場でしてもうん何が違ったんだろうっていうやっぱいつものとこと違うといやいやなんか違うのかな。ラジペンさんは空いてると思いますよ。空いてます、あ、いや全然大丈夫でしょう。多分全然あそこまでストロークしないと思うんですよね。ああバッテリーを持ってるああ、めちゃめちゃロールセンター下がってますよ。めっちゃ下がってますね。なんかもう地面の下ぐらいに行ってます。ちょっと好きな感じ。キャンバーがついてるから余計じゃないですか。キャンバー調整しないと。今12度ぐらいついてますよ。危険ですそれは当たりますね。はい、とりあえずここにキャンバッテリーを130クラウンのシャコタンみたいになって強烈ですねこれ。それキャンバー多分調整すればその分当たらなくはなりますよね。当たらなくなる。はい。伸ばす落ちましたね。伸ばす覚えてます。覚えてないです。ここれがこっち側がの印があるじゃないですか。はい、線が入ってますね。まあどっち側にあります？こっち側です。外側。それをこう向けて自分からもこうに向ける。ああ、はいはい。そして、ね、時計回しが縮む。要は締まっていく方向。ああ、短くなっていく。こっちがネジがはい。締まる方向。緩む方向だから締まると当然短くなるので。はい。ということは緩めるってことはこっちも左回しです。その矢印を見て反時計回し。とりあえずざっと。実はこっちも一緒ですよね。うん、一緒。こっちは下反対側ですね。そうですね。だから大体その印を上に右に全部寄せとくと、ああ、そういうことですね。分かりやすいですね。はい右と左が別々にっていうよりは、はい。その印を右に寄るように全部ターンバックルを取り付けとけば、同じ方向。はい。キャンバーゲージ出します。だいぶ伸ばさんとかんですか。基本何度ですか？5度ぐらい？ 1度8度？ 1度あ、1度。
いや1度ぐらいでいいんじゃないですか。足りるかな。借ります組み立てるときに一番短いところまで締め上げないといけないですからね結構入れますよね、はい、実はそこまで考えてのああそういうことですね。そうなんです。後々のこと考えて。そうです。多分結構です。でもそこまで伸びればおそらくストロークしてもは6本は突っ張らないと思うんですよ、で路面のビューが低いところとかでもし走るときはですね、はいこのカップにピンが当たるじゃないですか、はいはいはいあそこのところも磨いてスルスル動くようにしておくと、ストロークの時要は回転しながらストロークするとピンがあ動くじゃないですか。こうなんか引っかかっそうそれがスムーズに動くだけでも足の動きは全然変わってきますよね。だいぶ違うんですよ。もし、もうラジテンさんに行かれてもしなんか滑る路面になってしまったって言った時にはそれを思い出してもらってやってもらうといいかなと思います帰れってことです。帰れじゃないです。卒業するからですよ。卒業させてください。まだ習いたいこといっぱいあるんですよ。教えるものは何もない勘弁してくださいよ。教わることばっかりです。教えるものは何もないですよ。僕にはもう何も残ってないんですよタピオカの作り方とかで教えれますそれで僕本が突っ張らなくなれば、同じぐらい回してますね。どうですか、6本突っ張らないですか。なんか疲れはないです。動く範囲では余裕はあるですね。完全にほら沈む。ここは一応でもちょっとさっきよりは全然ほらここまで動くんで。全然大丈夫。多分全然当たらんと思います。優勝です今日優勝です。これもどうなんだろう。テンションが変わってきてるんですね。変わらないと思いますけどね。動線から下がっただけ？センター下がっても重量は変わらないんで、ああそっか。でも同じなはずですよ。高さ低い点ですね、これ、ちょっとロールセンター今それとどの辺になったんですか。多分今これぐらい。多分これぐらい。ここを中心にして動かすと動きやすいです。ここが一番。この辺だとちょっと硬い。これぐらいですね。多分これぐらい。多分これぐらいだとですね。すげえ変わった。ってことはフロントのロールセンターと重心の位置も変わってないので、今までよりは斜め前にねじれるのはねじれにく
くなりますよね。ああ、後ろがこうだと。だから斜めにはプッシュアンダーってこう感じは出る方向にはなってくるんで、その辺をまた考えながら触っていけば、走ってみて、変えただけでそうですね、スポを変えただけでどうなるか。宮本仕様です。これ宮本仕様純正パーツを1個だけ追加してあとはあるものでさすがですね。どうですか？なんかあんな傾向ですけど、解凍性が良くなってるけど、解凍性が良くなってる。どういうところ？今アンダー出ましたね。ちゃんとフロントに乗せてやった時の後ろのなんか後ろが回り込む感じ、この辺です。回り込みやすくなる。なんかリアのロールだけがなんかすごい前よりも、なんて言ったんですかね。ちょっとリアのテンションを張ってみたりしたらどうですか？アンダー傾向にはなってるんですけど、斜め前方向にはねじれにくくなってますね。常に斜め後ろの右か左かに、後ろ荷重になってる感じで、それをちょっとテンション張って、ケツのトラクションが抜ける感じは。今何回転ぐらい回したんですか？半回転です。半回転。半回転。はい。リアのロールに対してフロントのロールが足りない感じがすごい出ましたよね。なんか沈みが、後ろはロールしようとしてるけど前はそれを抑えようっていう動きに見えてしまいます。でもなんか動き的にはしっとりになっていい感じに見えるんですけどね。後ろちょっと張ってから前と後ろのバランスがちょっと良くなった感もうちょい張ってみたらどうなるんですかね。あと半回転じ。半回転ぐらい。それ1回転ぐらいですね。ですね。
ピストンもまだノーマルのままでしたっけ？はい、ピストンもまだノーマルのままなんでしたっね、まだ。ノーマルでも全然普通に乗れるんで。け？ドリフトみたいな感じで走ってもらっていいですか？感触的には全然違うんですか？はい、あんまり変わらない。極端に変わるっていう感じはないですね。なんですかね。なんて言ったらいいんだろう。動きを見てる感じ、すごいまったりになったように見えますね。めちゃくちゃまったりで、乗りやすいなら乗りやすい。突発的に抜けるっていうのはなくなったんです。あと乗り方でだいぶ変わるかなって感じはするんですけど。なるほど。雑に扱ったら多分抜けやすくなってる感じはします。ちょっと雑に扱ってみてください。雑にやってたんですけどちょっと雑に扱ってみてください。体扱いね。いや、雑に扱ってもめちゃくちゃ安定してる。いい方向ですか？いい方向。どうしたんですか？いい感じだったです。いい感じですけど、後ろ下がりなんですよね。でしかもロールセンターも前が上がって、はい、こう持っていきたいけどこっちがこう、いかんっていう、斜め前のロールがですね、乗っていかないんですよね。後ろが低いってなんでシャーシの車高をもうちょっと水平にしてあげるところにしてあげるか、フロントのアッパーアームのこの取り付けの穴を下に下げてやってもフロントのロールセンターは下がりますよね。ああ少しですね。ああそっちがいい。でもフロントの車高をなんかもうちょっとリアちょっと上げてフロントちょっと下げて、でそれでボディの高さを合わせて一回それで走ってみてもいいかなっていう気がします。テンションだけでですか？テンションだけで、テンション緩めて、はい、ボディ合わせて、はい、ですね。確かそれに後ろもうちょっと張ってみる。
バランスでしょ。こうなった時のバランスですよ。そうこんな感じですよね。そうですね。今こうなってるんで、今の時点でロールセンターはもうだいぶ斜めに。水平でも前が上がってるから後ろ下がりに軸がなってるわけじゃないですか。ああ、そうですね。水平だったとしてもロールセンターの軸は前は真ん中ぐらいで後ろは一だいぶ番下下下がってる。この軸上でしかロールしないので、前ブレーキかけて前に荷重行った時でもこの軸が後ろ下がりぐらいでなってれば車はこうしかロールしないから、こっちにロールしないから頭が入っていかないですよ。ねじれていかないですよね。だけノーズがこううまくそう入らない。そうだからちょっとアンダー気味になって、めちゃくちゃアンダー気味だったです。前に荷重移してるのに前にねじれないから、行ってこうなった時行ってもこう水平よりかちょっと上とかこんな感じですよ。そうですね。だけどこんな感じでしかなってない。そう車高をまずちょっと合わせてみて、前後短い。あ、ショートですね。あ、そうか、ゼロだからですね。ちょっと一回ボディの高さを合わせて、砂鉄をいっぱい取るつもりですか、そんな磁石こもって。こんな音ですね。すげえですね。砂鉄いっぱい取れますね。だんだん溜まってきたですね。理科の授業でヒーローになれますよ。こうやってバーっていうのあ、砂鉄いっぱい取って。後ろは下げんけん、フロントだけ上げてやればいいですよね。あ、これ一番で良さそうなの。さっきよりはなんか回るになりました。回りますね。こっちの動きもちゃんと見てる。トルクの分でフロントの車高を今落としただけでしたっけ？フロントはちょっと、半巻きぐらいかな。ギアを半巻きと巻いて、リアがちょっと上がって後ろが前が下がって後ろが上がった感じですね。それだけでもだいぶ違う。